皆さんこんにちは、わくぼりです。今回はこちらのうさぎの木彫りを彫っていきながら立体の彫り方の工程を解説していきたいと思います。今回の動画で解説することはこのうさぎの木彫りだけではなくて他の木彫り、例えば他のモチーフのものですとかもっと大きいもの、小さいものすべてに共通する工程ですのでぜひ最後までご視聴ください。今回彫りますこのうさぎの木彫りはクリーマの方で販売もしていますので参考にしたいという方は見本にそして置物に購入いただけると嬉しいです。それではやっていきます。立体を彫る時の工程はこちらになります。すべて大切な工程ですが木彫りを最近始められた方が苦戦するのはやっぱり荒彫りだと思うので荒彫り、特に3番目の斜めを彫る、パーツを彫り出すのところを重点的に解説していきたいと思うのでぜひ最後までご視聴ください。木彫りをするときにまず一番最初にやることは下絵を描くという工程です。下絵を描くときのポイント、一番大切なことは紙に描くということです。木彫りをするときには木に直接絵を描いて木彫りをするっていう方法もあります。それでもいいんですが僕は紙に描くようにしています。なぜかというとこの木彫り、もちろん木を彫っていくものなので表面に描いた絵は削ると消えてしまいます。消えたものをまた改めて描くときに削ったところは、凸凹になるというか立体感が出ているので最初のイメージ通りに絵を描くことは難しくなります。そういう時にこういう紙に描いて事前に描いてあるものがあるとこれ自体が設計図として使えるので効率がとても良くなります。紙に書いたものはコピーを取って厚紙に貼って型紙にします。これもポイントですね。その型紙にするメリットは例えばこういう複数彫るときに木に直接書いているとこの前どういう風に書いたのかとかそういうことはなかなか同じように書くことは難しいです。その時にこの型紙があるとこれ通りに彫っていけばいいのである意味最初の荒彫り、1段目、2段目の荒彫りは、作業的というかあまり頭を使わずに作業をするだけで彫っていくことができます。で、同じものを彫ることも、比較的容易です。なので下絵を描いたら厚紙に貼って型紙にしてください。この型紙にするときにもポイントがあって、このうさぎ、体、ボディとかは、丸、曲線で結構作られていますが下絵もそうですね。結構曲線で描かれていますが型紙は直線で切り取るようにしてください。なぜかというと荒取りをするときにこれをきれいに丸く取っているとその通りに荒取りするっていうのはなかなか手間です。そしてその時に多少の取りすぎたりとか曲線の歪みとかが出てきて、また複数彫る時に個体差が出てしまう。これ直線で彫ることによって効率も上がるしクオリティも上がるし大事なポイントなのでぜひそれ試してみてください。それでは次に行きます。型紙の準備ができたら次は木材の準備に入ります。まず正面の面を決めます。木材を観察しておかしな、木目になっている面はないかとか、節が入っている面はないかとかそういったことを確認します。そういった問題がなければ、色を見ます。この4つの面だとこの面はなんだか黒い模様が入っています。これは横から見た時にここにも入っているので結構、中にも入っている可能性が危険性があります。なのでこれを、正面ではなくて背中側、後ろ側にしたいので今回はこの面を正面にしたいと思います。正面の面が決まったらそれが分からなくならないように、矢印のマークをつけます。これがある面が正面、そして矢印の上を向いているのが上というふうに決めました。正面の面が決まったら中心線を引きます。中心線とは、そのままの通り木材の中心を記した線ですね。測って線を引くだけです。で、この時ポイントは鉛筆ではなくて赤ペンとか青ペンとかペンで引くようにしてください。鉛筆で引いてしまうとこうやって持っている時に、手の湿気とかそういったもので滲んでしまって、線もぼやけてしまいますし木材も汚くなってしまうのでペンで引くようにしましょう。こういう感じですね。これが4面中心線を引いたものになります。上にもそれを延長した十字の線を引いてください。ここまで来たら次の工程に進みます。中心線が引けたら型紙を写します。型紙の中心線と木材の中心線を合わせて
中心線と違う色、今回は青で、青のペンではい、型紙を写すことができました。これができたら裏にも型紙を写すんですが、その前に木材の台の線、これを差し金を使ってぐるっと一周引いてしまいます。で、引いたものがこちらです。ぐるっと一周引いてあります。ここまでできたら裏をまた中心線を合わせて同じように引きます。はい、ここまでできたらいよいよ粗彫り、正面の余分を取るの工程に入ります。それでは正面の余分を取っていきます。正面の余分、つまりはこの必要な部分っていうのはこの絵の内側の部分なので、この外側の部分、この、3箇所がいらない。だから取っていくっていうことですね。正面の余分を取る工程の中で一番最初にやることはノコギリを引くです。どこに引くかというと入り墨です。この図面の場合入り墨は、1箇所、2箇所、3、4、5、6、7、8で、ここに9、10、10箇所入り墨があるので10箇所ノコギリを入れます。はい、こういう感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10箇所入り墨にノコギリを引いてあります。はい。ここまでやっていきます。全部やっていくとちょっと長いので、2箇所、横のところと縦のところ、2箇所やりたいと思います。では、引きます。まず、ノコギリはいきなりこうやってズバッと切るんではなくて、必要なところ、この入り墨ですと、斜めにこの線のところまでノコギリを入れます。こういうふうに斜めに。一面できたらその反対側も斜めに入れます。表と裏両方できたらここでこの横の面に向けてノコギリ引いていきます。こうすることでこのノコギリがずれていかないでまっすぐ引いていかれるので、こういう工程でやりましょう。で、このノコギリの工程は、あっという間に進む割に、一度失敗して入れすぎてしまうともう後戻りできない、失敗しやすい工程でもあるので、できるだけ慎重に失敗はしないように片面からやったらひっくり返してノコギリを入れる、はい、こういう感じで、他のところも引いていきます。で、この繊維に対して横に引く横目のノコギリ、入れるのは割と簡単なんですが、繊維に対してまっすぐ入れる縦目のノコギリ、入れるのはちょっと難しいです。難しいんですがやることは変わりません。この両刃のノコギリ、両方にノコギリの刃がついているタイプのノコギリだと、こっちの方が目が粗くてこっちの方が細かいのがわかるでしょうか。粗い、細かい、この細かい方が横目に使うタイプの刃で、粗い方が、縦目に対して使う刃なので、これ一応、考慮して引きます。やり方は同じで、まずは斜めに一面入れて、はい、裏面も入れます。そして
縦目も1本ノコギリを入れれました。僕は、慣れているので線引かないでやっていますが、最初のうち慣れないうちは、こういうふうに線を描いてつなげて、こういうふうに線を引いてこれをガイドにして引くのもいいです。この方が最初はやりやすいかもしれないです。で、もしもこの線、内側に入ってはいけないんですが、少し入ってしまったとしても、こことか、本当にちょっとですけど入ってしまっていますが、これはだいたい斜めに引いた時に角度の問題でちょっと削れてしまっているとかいうか、傷が入ってしまっているだけです。なので問題ないですし、もし仮にこれが横に引いた全部が入っていたとしても、本当に必要な部分っていうのは、この絵の中でも一部分です。例えばこのところだとここだけが必要なわけなので、問題にならないことが多いので、多少入ってしまったとしても、そこで失敗してしまったと思わずに続けて彫ってみましょう。絵に合わせてノコギリが引けたら、この絵の外側の部分を彫刻刀で取っていきます。で、実際に取っていく前に彫刻刀で木を削る時のポイント、むちゃくちゃ大事なポイントが一つあります。それは順目に削るということです。順目とは何かというと、木材には、木目があります。この木の場合は縦に繊維が入っています。こちらの木もそうです。繊維が縦に入っています。その縦に入った線に対して、逆らわない、木目に対して逆らわない削り方、これを順目と言います。試しに今順目に1箇所削ってみます。はい、これが順目に削った断面です。逆に縦に入っている繊維に逆らうように削ってしまう、これを、逆目と言います。試しに逆目に削ってみます。はい、順目に削った時に比べて、手にかかる抵抗がものすごく強い、反発が強いし、断面見ていただくと分かると思うんですが、まず狙った通りに削っているのが順目、逆目は、こういうふうにボロッと削れてしまう、ハプニング的な削れ方がしてしまいます。木を削るときには、狙ってあえて逆目に削るという時を除けば全て順目に削っていきます。これは粗彫りだからとか仕上げだからとかそういったことではなくて、木を削るときは全て順目に削ります。このことを踏まえて、この正面の部分を取っていきたいと思います。参考までにこの木を削るときの目の方向、順目の方向を描きたいと思います。この部分だったらはい、こういうふうに、目の方向、順目の方向があります。すべての場所をこの方向で削れば、よっぽどのことがない限り失敗することはないです。この順目、逆目っていうのは、場所によっては削ってみないとわからないところもありますが、その木材の目が、うねうねしていたりしないで、素直な木目であれば、慣れれば、大体の予想はつきます。なので、最初はある程度意識しながら順目の方向を削っていくことで、だんだん自然に順目に削ることができるようになります。なので、意識して削るようにしましょう。それでは実際に削っていきます。それでは正面の余分を取っていきます。正面の余分を取るときに、大事なポイント、それは絵の外側を斜めに落とすということです。どういうことかというと、やってあるやつがここにあるので見ながら説明します。
こういう状態、絵の外側のところを斜めに落としてあります。こうすることでこの側面から見たときに取る量が、目で見て分かるようになります。さらにこうやって上からついて取るとき、この斜めを取ってあることでこのボロッと削れて取れてしまうっていう自己的な取れ方を防止してくれます。なのでまずはこの絵の外側を斜めに取ります。ちょっと2箇所だけ、全部やってしまうと時間が長くなってしまうので2箇所だけやりたいと思います。今回ちょっと木材が大きいのでこの、シャコマンで木材を固定します。ちょっと叩くので画面が揺れたらごめんなさい。ではここの部分をまずやりたいと思います。順目に削るのでこういう風に木目に逆らわないような方向で斜めに落とす。はい。これでこの箇所できました。もう一箇所、この箇所、今やったところは外側から削れたけど、これは内側じゃないとダメですよね。ちょっと、違うのでここもやりたいと思いますが、やり方は一緒。彫刻刀を当てて木目に逆らわないようにはい取る。はい、これで2箇所できました。これをすべての箇所にやる。ここまでできたらこのいらない部分、絵の外側の部分を全部取っていこうと思います。で、順目に削るとさっきルールを言いましたが、こういう風にいらない部分が大きい場合は順目に削るよりもここの箇所から巻き割りみたいにバキッと取ると早く、取ることができます。なのでここはあえて順目に削るのではなくて繊維と繊維の間にのみを入れるようにして取りたいと思います。すべての箇所をやってしまうとまた時間がかかるので1箇所だけやります。この一番上の部分、今ある斜めのところを角度を広げるように、はい、こういうふうに表面と裏面両方やって、はい、これを、全部の箇所やるようにします。はい、こんな感じですね。はい、こうやると早いです。この時も、一応木目には、注目しておくというか、今はまっすぐなので、素直な目なのでいいんですが、たまにこういう風に斜めに木目が入ってたりすると、ここに、今みたいにガンガンやると、この必要な部分も取ってしまう場合もあるので、木目はちゃんと観察して大丈夫なことを確認してやるようにしてください。で、他の箇所、全部の箇所をやるとこういう状態になります。はい。ここまでできたら、あとは、最初に言った通り順目に削っていきます。はい。ではこれも1箇所だけやろうと思います。2箇所やります。こことここやります。で、順目に削る場合は、横にして、今回はこの少し R になったちょっと大きめののみでやります。はい、表面と裏面両面からやっていきます。はい、これで1箇所を取ることができました。はい、でこの箇所は、外側から斜めに叩くことができました。ではこういう、外側から叩けない内側の箇所、これはどうするかっていうと、じゃこの箇所はこの、これも少しだけ R になった裏丸でやります。なければこういう平刀でも大丈夫なんですが、
いきなり下までやろうとしないで、ある程度片面からやったらひっくり返してもう片面からやります。まだまだ全然取り足りないですが、これを延長してやっていって削るっていう感じですね。正面の余分を取るところまで終わらせて次の工程に行きたいと思います。はい、正面の余分を取ることができました。ちょっと一周回してみたいと思います。はい、こんな感じですね。角材の、この絵以外の部分、いらない部分を取った状態になります。これができたら、次は側面の、余分、正面でやったことを今度は側面でやるわけですが、その前にすごい大事なポイント、消えてしまった中心線、これを書き直してください。こういう風にですね。ちょっと一箇所だけ、やりたいと思います。中心線、上には書いてあるのが残っているので、これを、ちょんと書いて、で、差し金や定規を使って下の中心線と上の中心線を、こう合うように、視線が合うようにこうやって視線を合わせます。その視線をずらさないまま、引いていく。はい、これで中心線が引き直せました。この中心線削るたびに消えます。その消えた中心線は、必ず書き直す、引き直すようにしてください。これは荒彫りから仕上げ、本当に完成するまで、続ける作業です。はい、中心線が引けたら、このように型紙を木材に移します。でこの時は、注意するのは、前の、正面の面を間違えないっていうこと。あとは中心線を引いた時と同じように型紙を合わせてから視線を動かさないで、視点を固定したまま描いていきます。このまま描いていくのが難しい場合は、型紙を合わせて、この入り墨とか出墨とか、こういう面の起点になっている部分、こういう出っ張っているところ、入っているところ、こういうところを視点を、ずらさないようにポイントとして点を打って、でこの点をつなぐ。こういう風にやった方が最初はやりやすいかもしれません。どちらのやり方でも構わないので、こういう風に型紙を写す。はい。型紙を木材に移すことができたら、次にやるのは、正面の余分を取った時と同じくノコギリを入れる、入り墨に入れるですね。はい。でこの図面で言うと、入り墨は、1箇所2、3、4、5、6、7で、この足と手の間に1箇所で8で、尻尾の下にも1箇所あるんですが、これはちょっと、入れる箇所が小さいので、後回しにするとして残りの8箇所入れます。これが入れたやつですね。1箇所2、3、4、5、6、7、8箇所ノコギリを入れています。ノコギリを入れ終わったら、次は、彫刻刀で取っていきます。これも正面の時と同じように、この繊維がまっすぐパツンと取れるところは、巻き針のように取ってしまって、それが終わったら、順目に取っていきます。側面の余分を取るの工程で、今ノコギリが入っている状態です。全部を取るところまでやってしまうと時間がかかるので、少しだけやりたいと思います。この状態からやるのは、まずやるのは、正面の時と同じように、この繊維がまっすぐになっているところ、そのまま取れるところを、巻き割りのように、パキッと取ってしまうこと、それをまずやります。はい、パキッと1箇所取れました。はい、パ
パキパキパキッと取りました。ここからやること、線の外側に出ているところを斜めに落として、こういうふうに斜めに取って、で裏も同じく取って、はい。でこれを中も取る。はい。これで1箇所できました。で今は外側からアタックできる削れるところだったんですが、ここの箇所、外側から削れないのでやっぱりこう削ります。でこの時この斜めに取らないでいきなりズバッと取ると途中で引っかかってボコッとこの必要な部分をくり抜くというか、へこむというか、溝になるというか、そういう感じで失敗してしまう可能性があるので、必ず一度斜めに落として、この後にまっすぐついて取ります。はい。で、こちらからまず取って、まっすぐ垂直にする前にひっくり返して反対側から、はい。これで、この箇所が取れました。これを、他の箇所でもやっていきます。ではやったとこまで飛ばします。正面の余分と側面の余分を落とせました。これちょっと一周回してみます。はい、今こんな感じです。木彫りを始めたばかりの方、あんまり慣れていない方っていうのは、ここからどうやってこのうさぎの形に近づけるのか、ここが一番難しいと思います。これから取るところっていうのは、必要なところ、少しでも取ったら失敗につながる部分と、全く必要がないところ、割と隣接していて、自分でそのいらないところっていうのを発見しながら取っていかないといけないから、慣れが必要になってきます。これからここに持ってくるまでには、いろんな、2つぐらいの段階を踏む必要があります。それをいっぺんにやってしまおうとすると難しいので、その段階を1つずつ、クリアしていきます。では、この段階、この正面と側面の余分を取った状態から次にどの状態に持っていくかっていうと、この状態になります。ちょっと違いを見せるために両方をぐるっと回します。はい、こっちのものとこっちのもの、何を意識して彫ったかっていうと、パーツを彫り出すことを意識しました。具体的にはどういうことかというと、例えば耳、こっちに比べて耳が、すっきりしているというか、中に入っている部分だけを残していることがわかるんじゃないでしょうか。それに比べてこの正面と側面を落としたやつは、ここに全くいらない部分がついています。そのせいでなんかこう不思議な形になっていますよね。例えば手だと、この両手が入った部分だけ残してあとは取っています。こういうふうにパーツを、彫り出す、これをまず最初にやっていきます。では具体的にこの正面と側面のやつからこの段階、パーツを彫り出した段階まで何を考えながら、決めていったかっていうのを、やりたいと思います。はい、それではパーツを彫り出していくわけですが、この時必要なのはこの型紙を見ます。例えば今耳を彫り出そうと思います。顔と耳、なんかこう一体化していてどう彫ればいいのかわからないっていう時は、型紙、耳の位置はここに耳が入っています。ということはこの前の部分は耳ではないっていうことになります。では顔で必要な部分はどこかっていうと、この直線の中に頭も入っているので、必要なのはこちら側。この外側の部分は顔ではない部分になります。
これで耳でもないし顔でもない部分っていうのが出てきました。じゃあこの部分は何かっていうと、これはいらない部分っていうことになります。いらない部分なので取っちゃいます。はい。これでもうここの部分、この掘り出した方と同じ形になりました。これを全部繰り返していくだけです。次は手。手も同じです。手はこの V 字になっている入り墨のところから、この角度で直線に入っています。っていうことは、ここから入り墨になっているここから斜めに直線を引けば、ここはもう手ではないっていうことになりますね。手ではない部分です。では、この側面図を見たときに、手は大体ですが、中心線とこの V 字になっているところから考えて、大体こういう形で手があるわけですが、では胴体はどこかっていうと、ここですね、胴体は。胴体で必要なのはここ。なので、この外側の部分っていうのは胴体じゃないっていうことになります。手じゃない部分、そして胴体じゃない部分ということは、ここはいらない部分ということになります。なので、ここも取ります。同じ形になっています。これで残りの、例えば尻尾はここに含まれているので、この外側はいらない。で、胴体はここから、入り墨から斜めになっているので、胴体で必要なのはここ。で、外側の部分はいらない。なので、ここはいらない。こういうふうにいる部分といらないところを区分けしていけば、取るべきところ、いらないところっていうのが見えてきます。そこを取ってあげます。で、取ったのがこちらになります。尻尾も取れて、で、太ももも出て、で、頭の形も出て、っていう感じですね。はい。で、パーツを掘り出すことができたら、次の工程。斜めを掘り出して全体の形を出すという工程に行きます。はい。それではパーツが入っている部分を、出せたので、ここから斜めを取っていきます。斜めを取っていくときに、まず最初に考えるのは、削ってはいけない場所を決めることをやっていきます。具体的には、今、こういう、なんていうんですか、平らな面がありますが、この中で、絶対に削ってはいけない箇所っていうのが1箇所あります。それはここだけじゃなくて、すべての平らなところにそれは一つずつ含まれていますね。で、この顔の、横側のところだとほっぺた。このほっぺたが一番手前にあるので取ってはいけない箇所。まあ大体ですけど、この箇所。太ももだと、まあこの太ももは真ん中ではないですけど、ちょっと手前のところを高く残していますね。で、背中も今あるところのこの中心のところは触らないようにするっていう感じです。ではこの箇所を削らないように注意しながら斜めを取ります。で、この斜めを取る目的っていうのは、今回のウサギだと体は丸いので、この丸みを出すために、いらない部分を取る。そのために斜めを取ります。で、斜めを取るのはいいけど、どのぐらい取ればいいのかっていうのは最初わからないと思います。木彫りを始めたばかりだと。で、その時に考えるのは、どのぐらい丸いのかっていうことです。これが本当に球のようにまん丸に近いんだとしたら、この横と後ろ、横と正面の面
の間の面っていうのは同じ、広さの面になるはずです。うさぎの背中を見ると結構丸いです。ほとんどこの背中の部分っていうのは球に近いものがあると思います。なのでここの面も、角度を45度にしてバランスを見ながら取ります。この前の部分が球ではないので、この後ろのところだけで、面を均等にさせるような感じで取ってみようと思います。はい、こんな感じ。背中の部分の斜めはこんな感じで、とりあえずはいいんじゃないかなと。で、顔は、このちょっと分かれているというか、この口周りの部分と顔の部分ってちょっと分けているんですけど、あまり深く考えないで、とりあえず顔の部分は全部取らない部分として残しておいて、他の部分、ここからスタートで斜めに取ってみます。こんな感じで、こういう頭と背中のつなぎ目みたいなところは小刀みたいなところだ、小刀みたいな道具だけでやると、ここが、直角みたいな切り込みみたいな形になってしまいますが、この荒彫りの段階ではそうではなくて、こういう極深丸みたいので、この間はぼかした方がいいです。じゃないと後からその切り込みが、邪魔になってくることもあるので、荒彫りの段階ではこの深丸っていう彫刻刀がすごい、重宝します。で、こういう風に絶対に取ってはいけない箇所を取らないように注意しながら、いらない角のところを取って斜めを落としていきます。どういう形を目指すかというと、こういう形を目指します。これがだいたい荒彫りの斜めを取るの状態になります。ちょっと一周ぐるっと回してみます。はい。絶対に取ってはいけない部分を取らないように注意して、で、絶対にいらない斜めの部分を落としています。まだ荒彫りなので、この目を丸く残したりとか、耳の間を彫ったりとか、この手と手の間の、なんていうんですかね、この隙間というか、そういうのを取ったりとか、そういう内側の部分とか、細かいところっていうのはまだやりません。目標とする形が含まれている状態に、このバサバサと取るっていうイメージでやるのが、この荒彫りの斜めを取るという工程になります。ここまでできたら、次は小彫りになります。小彫りはどういう工程かというと、こういう、耳の形、なんとなくの方向性というか傾きとかそういうのは出てますが、改めて見ると理想とするというか、目的とする形と違います。カクカクしすぎています。こういう形を整えていきます。手もそうです。今は、大体の目安の形は出て、いらない部分も出ましたが、まだまだブロックになっているので、こういうのも、内側を取って、分けて、もう少し形を細かく出します。ではそこまで、やっていきます。はい、パーツを出してその後斜めを出しました。もう少しこの出ている面を細かくして荒彫りから小彫りへ進む工程に行きます。もう一度ぐるっと回してみたいと思います。はい、今こんな感じです。今回彫っているうさぎは、
立っている左右対称なものなので、この段階で左右非対称になっているところは、気づいたら修正しておきます。こうかな。はい。では、今あるこの大きい削った面を細かい面にしていって形を出していきます。具体的にどういう形を目指すかというと、この形をとりあえず目指します。ちょっと比べるように一緒に回していきます。はい。違いが分かりますかね。この背中のところとかが分かりやすいかもしれないんですが、ここが、横も含めて1、2、3、4、5、5つの面で丸くなっているのに対して、こっちは、割っているので、おそらく10個かな、10個の細い面でできています。その分、こっちの荒々としたやつよりも丸みが感じられるんじゃないかと思います。加えて顔とかも、ここの角張った大きい面ではなくて、それをさらに割っているので、丸みが出ているんじゃないかなと思います。で、丸みを出しながら、細かい部分で、この手の部分とか、太ももの部分とか、形をもう少し出しています。まだ目とかは出していません。目とか、この鼻のボコッとしたのは次のところでやります。はい、荒彫りが終わったので、これから小彫りに入っていきます。小彫りに入る前に、荒彫りとは何だったのか、そして小彫りとはどういうことをやるのかというのを簡単に、振り返りたいと思います。荒彫りは角材からこの、彫りたいもの、完成したものが入っている状態まで持っていく。形もそうですが、あくまでも不必要なところをバサバサと大きな面で取っていく。それが荒彫りという行為です。それでは次の工程、小彫りは何かというと、こちら、一つ小彫りをやってみました。はい。荒彫りよりももう少し形が出てると思います。そして違いとしては、荒彫りの面よりももう少し細かい面で、彫ってあります。なので小彫りは、荒彫りよりももう少しパーツの形を、彫るというか決めていくというか、そういう工程になります。ただこの目の位置を見てほしいんですが、もやっとさせています。あまりくっきり彫ってはいません。これなぜこうしているかというと、最終的にもっと、全体の形を整えていった時に、この目の位置あんまり決めすぎてると動かせない、もっと前の方が良かったとか後ろの方が良かったとかいう時にきっちり彫りすぎてるとずらせないので、そういった時にずらせるように、ちょっともやっとさせています。そういう風にまだ、形は荒彫りに比べると狭めつつも、でもまだ少しずつ変化を加えれるような余裕を残している状態、それが小彫りだと僕は思っています。はい。それでは次の整理ですが、整理は、この今ある状態、荒彫りよりはだいぶいらない部分を取った小彫りですが、その状態でもいらない部分はたくさんついています。それをこの面のガタつきを鳴らしながらいらない部分を取っていく、そういう工程になります。はい。では具体的にどういうことをやっていくかというと、今、先ほども言いましたが、今ある面っていうのはこうガタガタしています。光を当ててみると、こうやって光が乱反射していて、デコボコしていることがわかります。これを鳴らします。面を平らにならしていくという作業になるので、使う彫刻刀は、こういう小刀ですとか平刀ですとか、そういう平らな、彫刻刀を使う機会が多くなります。一箇所やろうと思います。で、今ある面、たくさん面がありますが、整理をするときにはまずどの面をすればいいのか。それは基準となる面、正面の面や後ろの面などの中心にある面を始めるのがいいです。この基準になる面が平らになっていることで、その次の面、
隣り合った面などが綺麗になっているかどうかっていうのを判断しやすくなるので、まずこういった正面の面、後ろの、正面の面などを取るのがいいです。削るときは、やっぱり順目であることを、確認しながら削ります。すごいざっとですが、後ろの正面の面を鳴らしました。光を当てるとさっきと比べれば乱反射の凸凹感がなくなっていると思います。この正面の面が鳴らされたことによって、隣の面が凸凹かどうかがわかります。で、これは、同じく彫っているカツラの木の、うさぎなんですが、これは、生理が途中まで済んでいる状態です。で、比べてみます。はい。こちらのカツラのうさぎは、面が、どの面もある程度鳴らされていて、面と面の境界がまっすぐ直線になっています。比べて今、正面の面だけやったやつは、面と面の境界が波打っているのが、見てわかると思います。これはこちらの面は平らなのに、こちらの面が凸凹なので波打っているんで。なので、隣の面もきれいにして、はい。隣の面もきれいにしてあげることで、この境界線が直線になります。これで、この2つの面がある程度平らになっていることがわかります。この作業をすべての場所で進めていきます。これが整理という工程になります。で、面をつけるとき、どういうことに気をつけるかというと、このうさぎを見てほしいんですが、この面の流れ、こう来てこっちに流れていっているのがわかると思います。つながりとして。なぜこういう面のつながりにしているかというと、うさぎの毛並みをある程度意識しています。これがただただ直線にこういう風に面をつけていると、こうまっすぐにして面をつけたとすると、すごく違和感を覚えます。なのでこういう風に毛並みに合わせて面をつけています。これはうさぎだけの話ではなくて、例えば葉っぱを掘るとき、葉っぱを木彫りするとしたら、葉っぱっていうのはこういう風に葉脈があるので、葉脈の流れに沿って面をつけてあげます。こういう風に面の流れっていうのは結構、大事なものなので、掘る機会があったら、その掘っているものの流れというのはどういうものかなということを考えながら掘ってあげるといいと思います。まずこの小彫りのデコボコした状態、ちょっと一周ぐるっと回しますが、はい。この状態から、だんだんと面を整えていったのがこちらの状態。ちょっと一周ぐるっと回します。はい。一応ほっぺたとか目とかそういったところもある程度整えてあります。面が並んでいるのが見えるでしょうか。はい。ただ今ある面はとても太いものになっています。これをもう一段細かくしたのがこちらになります。はい。ぐるっと一周回してみます。はい。これもまだ整理の途中ですが、この茶色いうさぎに比べて面が細かくなって、さらに、出ているパーツ、目とか手とかそういったところも、いらないところがなんていうんですかね、もっとそがれて完成に近づいています。で、面が細かくなったと、ちょっと言いましたが、どういう作業をしているかというと、今この面が並んでいますよね。この面とこの面とこの面とと並んでいますが、この面を、さらに細かくします。ちょっと見ていてほしいんですが、この直線の尖った部分をこういう風に削って
こだけ新しい面ができているのがわかるでしょうか。1、2、3と他のところに比べて面が増えています。これをやることで丸みが、さらに出ています。はい。これをしていくのが、整理の、もう一個ずつぐらい面を取れば整理が終わりという状態になると思います。はい。で、整理が終わって、それでも少し面がなんていうんですかね、面が波打っている状態があるので、それをさらにまっすぐ、乱れがないように整えたものが仕上げとなります。こちらが、完成仕上げしたうさぎになります。ちょっともう色もついてしまっているんですが、ぐるっと一周回してみたいと思います。はい。凹凸がなくなっているのがわかると思います。2つ並べて回してみます。はい。こんな感じですね。今ある面をさらに細かくして、色を塗って、で、口とかそういったものを刻みを入れています。でも大体もう同じものを彫ってるんだなということはわかると思います。これが整理と仕上げの違いですね。というのが、木彫りの工程になります。粗彫りで大きく取り、小彫りでもう少し細かく形を出して、それを整理で整え、で仕上げで完成させるというのが木彫りの流れになります。で、今回はこの正面、そして側面の、型紙を使った、基本的なまっすぐ立っているものの木彫りの彫り方になりました。この木彫りの彫り方で、彫ることに慣れてきたら、だんだんこういう風にちょっと応用したような形の木彫りも彫れるようになっていきます。ただ、最初は基本の木彫り。さらに言うと、ちょっとこれだと大きいので、もっと小さいサイズ、このつまめるぐらいの大きさの木彫りから始めて、もっと序盤にはこういう風に大きい面で構成された面彫りの木彫り、こういったもので始めるという風に木彫りをするのがいいのかなと思います。ただ、どのサイズの木彫りでも工程は同じです。粗彫り、小彫り、整理、仕上げとなるので、この工程を理解してぜひ彫ってみていただけたらなと思います。それでは今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。